皆さんこんにちは。スタジオナイさんの木村です。今回はですね、こちらにございますビルトロックス 56mmF1.7 を紹介します。 AF56-1.7XF って書いてあります。オートフォーカスがついているレンズでございます。で APS-C 用のレンズとなるんですけども、マウントは富士の X マウント、それからニコンの Z マウントがあるっていう、価格がですねなんと25,000円、オートフォーカスついているレンズで25,000円の中望遠っていう感じになるんですけども、プラスチック製なのでめっちゃ軽いっていうことと、あとめっちゃ小さいっていう感じになります。サイズ感、iPhone がこちらにございますけども、縦の長さは iPhone の3分の1ぐらいですね。で、横のサイズ感っていうか、横幅はだいたい iPhone ぐらいっていう感じになります。フォントとかもですね、あんまりこうデカデカといろんなものが書いてないで、結構綺麗な感じなんじゃないかなというふうに思います。このフォントもかっこいいし、ここの丸ポチもですね、赤じゃなくて白っていう感じで非常にミニマルなデザインなんじゃないかというふうに思います。フォーカスリングがついてまして、このフォーカスの感じもめっちゃいい感じですね。でも無限で回る感じなんで、クリックがあったりはしないっていう、ハードストップはないって感じです。スチールで使う分には全然動画で使う分にもマニュアルフォーカスやりやすいんじゃないかっていうふうに思います。全体的にプラスチック製とはいえマットな質感なんで、そんなに嫌な感じはしないんじゃないでしょうかというふうに僕は思います。個人的にはそんなに嫌な感じはしないかなというふうに思います。じゃあちょっとカメラの方につけてみましょう。はい、サイズ感はですねこんな感じになります。XF35 ってやつかな、35って 1.4 っていうレンズが有名なのがあると思うんですけど、それと同じぐらいのなんかサイズ感な気がしますね。小さい、取り待ちしやすいで XT4 につけて、ジャストフィットのような感じがしますね、この比率的に。もちろんこれより小さい S10 とか S20 とか XT50 とか E シリーズとかにつけてもちょうどいいぐらいのサイズ感なんじゃないかなと思います。何せ軽いんで、レンズが軽いんで、これポケットに入れて持ち運べたりするなっていうこと。じゃあちょっと簡単にどんな感じの映るかっていうのをちょっと見てみようかなというふうに思います。でつけるとわかるかな、顔の認識普通にしててオートフォーカス作動してるなっていう感じなのが一つと、あとはフォーカスをこう移動するときは、これ動画のオートフォーカスなんですけど、こうふわっと結構早く来るかなっていうふうに思います。で手ブレ補正も効いてますね、完全に。で音とかしないで、なんかモーター自体はこれそんな最新のモーターじゃなくて STM モーターとからしいんですけど、ギコギコするような音は全くしないで、こうスッと来る感じがありまして、非常にこのまま、ちょっとブリージングがあるのかな、このままでもすごい動画でも使えちゃうんじゃないかぐらい、結構速い感じの、スムーズなフォーカスなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、全く音がしないのは結構びっくりです。はい、最短撮影距離なんですけど、やっぱり中望遠レンズなんで、この辺ですね。ここレンズでこの辺ですね。それではですね、写りの方をちょっと、チェックしていきたいかなっていうふうに思うんですけども、オプティカルリミッツ .com っていうのが最近言ったらリニューアルされて最近っぽいサイトになってたので、こちらでビルトロックス AF56F1.7、チェックしてるのでちょっと見ていきたいと思います。はい、まずですね、イントロダクションとしては、この辺はざざっと飛ばしていってですね、プラスディストーションの話なんですけど、これはもうほとんどローデモを取ってもディストーションほぼなしですぐらいの話で言ってます。でビネットは開放だと、APS-C レンズとしてはビネットは結構大きめなんじゃないか。ただフルサイズのレンズとかと比較すると、かなり少ないレベルであると。で開放から、順々に絞っていくに従ってビネットはなくなってくるっていう感じですね。で F1.7 だとマイナス 1.3EV だそうです、ビネット。はい、で解像度ですね、レゾリューションの、
部分では周辺部も中心部も F2.8 で最高、 F2.8 と F4 で最高になるっていう感じらしいです。なのでF1.7 でもこれ3370ぐらいあるっていう風に書いてあるんで、別に中心部特に悪いわけじゃないんだけど、ちょっとシャキッとさせたいってなったら若干絞ると、そうするとちょっと上がりますよっていう話です。ラテラル CA っていうのが、これがなんだっけ、周差が少ないと数値が出てます。でボケに関しては開放だと結構レモン型になっちゃいますよっていう話で、絞っていくとそんなに綺麗な丸になっていくっていう話です。っていうのがレンズテストの結果でございました。はい、それでですね、簡単な作例といいますかを取ってまいりましたので、それを流してまとめに入ろうかなというふうに思います。それではサンプルフッテージをどうぞ。個人的な感想みたいなものをですね述べますとですね、やっぱりなんていうんだろうな、56ミリって中望遠じゃないですか。で中望遠って、一般にポートレートレンズっていう風に、言われる焦点距離だと思うんですけど、僕はどっちかっていうとスナップで、今使ってしまいましたという感じで、スナップの写真が多めだったんですけども、使ってみての感想はやっぱ屋内だと引き尻が足んない場合が多くてですね、3ショットとかになるとですね、やっぱり入りきらないかったなっていう思いがあります。なのでやっぱり通常の普通の標準画角のAPS-C でいうと 35mm とか 25mm とかと比べると、使いやすさ感では望遠になればなるほど使用機会っていうのは減っていくだなっていうふうに経験的に思ってるんですけども、ただ、スナップとか中望遠になってから初めて見えてくる楽しさっていうのが特にあるかなっていうふうに思うんです。なのでもちろんポートレートのレンズとして使うのもいいんですけど、
スナップ用で1本忍ばしていくと、新たな楽しみが生まれる画角かなって思います。 56mm っていうのは。っていう意味で言うとですね、25,000円の価格帯で、しかもオートフォーカスで、ポートレート、いざという時のポートレートレンズとしても使える感じで、ポケットに入れとけるやつ、そういう立ち位置のレンズなんじゃないかなっていうふうに思いました。ちなみにフィルター径 52mm 言ったかもしれないけど 52mm ですね。なんだかまとまったようなまとまってないような、レビューになってしまいましたけど、非常にですね、ポケットに入れていつものレンズに1個ちょっと追加で持っていくみたいな楽しいレンズかなと思います。持ってない方はぜひ一回その中望遠試してみると、撮りにくいかなって思う人もいるかもしれないし、なんか新しくて楽しいなって思う人もいるかもしれないし、なんか撮った時に F1.7 だからとりあえずボケが作りやすくて邪魔なものを排除できるからいいなみたいに思う人もいるかもしれないですし、っていう新しい発見がきっとあるレンズなんじゃないかなと思います。で、中望遠の割に持ち出しやすいから使用頻度もね、そういった意味で非常にいいレンズなんじゃないかというふうに思いますので、概要欄にリンク貼っておきますので、軽く覗いてみていただけると、幸いでございます。こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネルとよろしくお願いいたします。今後の投稿としましてはですね、少し、アートライフミュージックのテーマでお送りしますっていうふうに言ってると思います。ちょっと DIY 系をちょっと数本投稿していこうかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた。